にちは。今回は早々のフリーレン第33話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。もう32歳になったけど酒のうまさは未だにわからん。わかる。酒なんてただの毒水だからね。同じ年だけど俺も酒のうまさはわからないわ。のとエルフだよのと。フリーレンってエルフの友達したのか。この世界にはエルフ3人しかおろんのか。フリーレン、ミリアルで、ゼーリエ。シュタルクと寝たおじさんいるじゃん。ミリアルでは生死不明だからなんとも。フリーレンがいたエルフの里はフリーレン以外全滅してるから多分死んでるんじゃない。エルフ界で今んとこ一番美人なミリアルで、最低な安酒。即意識でそんなもん配るか。ドケチなんだろ。やっぱエルフ滅ぼすべきだわ。ミリアルでひどいいたずらを。ミリアルでひどい。暇を持て余したエルフの遊び。熟成されてうまいとかちゃうんか。最初からまずいものは美味しくならない。みんなで笑って飲む酒が一番うまい。苦労して手に入れた酒がまずかったのもいい笑い話だよね。酒飲まんからわからんけど、まずい酒ってどういうんだ。まずい酒って経験したことないわ。捕まえた意味は普通に頼んでもやってくれないと思ったんやろ。フリーレンがヒンメルに影響されてるのは最近のことやし仕方ない。これで旅の資金あら稼ぎしろよ。全部魔導書や魔道具に消える。フリーレンいなくてもあと少しで発見できたのでは。でも銀が大量に出てきたら銀の相場が暴落しない。情報も流通も回るのに時間かかる世界だから急落はなさそう。商人だしうまく調整するんでしょ。銀行じゃなくて銀行か。今日はフリーレン活躍しまくりだったな。襲撃提案したのが明らかにフェルンなのが怖い。ガチで襲撃しようとしてて草。襲撃するつもりだったフェルン。さすが攻撃魔法の使い手フェルン。戦闘なしでもこの面白さ。早々のフリーレンカ最終回。辺境博に言えばいくらでも。薄い方が熱くなる。まあフリーレンの体感時間なら一瞬でしょ。ひどすぎる。いくら借りたんだ。80年前の借金って時効じゃないの。それかインフレで大した額にならないでしょ。金貨8万枚。フェルンが代わりに稼げばいいだろう。焦げ付き魔族、焦げ付きエルフ、ミュウ。いつも思うんだが、この3人いればもっと楽に大金稼げるよね。すげえな。一瞬で利息の計算したのか。80年の利息な。今日で最終回だったのか。魔王を倒したのにひどすぎだろう。なんでこんな街に寄っちゃったのよ。早々のフリーレン改め炭鉱のフリーレン。原作にそんなド派手な魔法発動シーンないんですが。ありがとう。作画班が遊んでいるだけだぞ。また斉藤さんか。モルゼー。それ言ったら大体全部そうだろ。掘削の魔法とかないの。シャッキー社にあるまじき神秘的な演出。魔王を倒してもまだ魔族との戦いは続く。フェルン過激すぎるんよ。今日も淡々と日常描写で終わったよ。いつ強敵と超絶バトルするの。王銀行が見つかった。襲撃するつもりだったのか。フェルン普通に蛮族すぎる。顔見る限りシュタルクがしぶしぶでフェルンがノリノリなのかな。襲撃。これってさ全部フリーレンの断り癖と面倒くさがり癖が悪いんじゃないの。寿命長くてやることないくせにもっと協力的に積極的になればいいのに。帝国編で異様に強い人間をゾロゾロ出したせいで、なぜ魔族ごときが未だにそんな脅威なんだよと思ってしまう。なんで魔王を倒したのに平和にならないの。フリーレンって1クール放送でしょ。ってことは3月に終わるじゃん。ほとんど進んでないでしょ。強敵と超絶バトルしてほしいんだが。それはもうすぐやる。映画でやる。やっと戦闘来るのか。戦闘とかいらねえだろ。やっぱりフリーレンは戦闘よりこういう小話の方がいいな。わかる。長年探し続けた酒が死ぬほどまずかったら笑い飛ばすって、女やエルフには理解できなさそうなロマンよな。男だけど普通にめっちゃ後悔すると思うわ。2期はなんかあれやな。
旅しながらサブクエを消化してるみたいな感じやな。ずっと封印されてるうちに熟成されて究極の美酒にみたいなオチじゃないのか。ドワーフのおさんは笑って済ませてたけど、まずいと分かってる酒のために3ヶ月かけて結界解除は断りたくもなるよな。確かにまずい酒も年月が経てば美味しいボスになりそう。ワインとか米から作る日本の清酒なラスになりそうだけど、ブランデーやウイスキーみたいなアルコール度数の高い蒸留酒だと酢にはならないんでは。ボースハフトって年代物の生で今季似たなものか高額だけど、保存状態が悪くて美味しくないから投資対象であって飲むものじゃない。どっちかというとイオンのバーリアルを思い出した。数百年単位も昔じゃ密閉容器なんてないだろうし、現実では全部揮発してるか。保存の結界って言ってたじゃん。味はさておき肯定士の歴史的価値はすごそうだよな。好きな話だったな。ハイターの答えが良かった。ハイターは通常運転だったが、ヒンベルがたった3ヶ月とゲロマズ程度で人助けを避けるとは。フリーレンが強固に反対したからヒンメルが察したんでしょ。ゲロマズへの配慮はフリーレンなりのファスに対する優しさやで、その点を履き違えちゃいかん。フェルルクってもう酒が飲める年齢なんだな。ドイツならビールとワインは16歳から飲める。そろそろ20歳だってか、シュタルクフェルン。いや、もうそろそろ19歳くらいだと思う。ハイターが死んだのはヒンメルンが死んでから何年後だったっけ。ハイターが倒れたのはヒンメル死後24年後。ただし、ハイターが倒れてから死ぬまでの期間は0から2年の範囲で不明確。ヒンベルの死後25、26年後くらいにハイターは他界した。その可能性もあるが、少し早く24年後に他界という可能性もある。倒れてから死ぬまでの期間がはっきりはわからんからな。そもそもファンタジー世界に飲酒に関する法律あるんか。多分あるとは思うけど出てこないから知らない。結局ミリアルでは能登だったか。近年能登が演じるエルフはミリアルでといい江戸前エルフのハイラ様といい、ろくでもないやつばかりだ。能登の声は未だに若いな。下手すりゃ早見と逆転してそう。能登エルフかわいいな。先々代の里町に似てる感じがする。ミリアルでの声的にフェルンに合わせたかった。ハスの声優もすげえな。酒飲みじいさんの演技力にかなり助けられたな。いい声や。ドワーフのファスの喋り方とか声とか、ちょっと長い一郎を思い出した。ミリアルでごめんね。とうとうバレちゃった。ボースハフトはクソ酒なの。あのエルフは今でもどこかでしょうもないいたずらしてんだろうか。ミリアルでアマゾンで桜レビューやりまくってそう。徳川埋蔵金の伝説とかミリアルでみたいなやつが広めたのかもしれんな。ミリアルでは性格はさておき魔法使いとしての能力はすごいよな。大昔に保存結界を貼っただろうに、フリーレンでさえ解除に3ヶ月もかかるとかすごい結界だわ。てかいたずらするなら結界なんて貼らなくてよくね。フリーレンですら3ヶ月かかるようなレベルの結界貼ったらたどり着けなくなるし、それじゃあまり意味ないような。とりあえずあれは保存のための結界だよ。強固な結界を貼ればますます酒がすごいものだと錯覚するし、ハードルも困難になるじゃん。ミリアルでの言葉からして人生をかけるような困難さにしなきゃいたずらの意味がないし、だからこその強固な結界だと思う。壮大な魔法で借金返済させられてくさ。銀行を見つけるのに地下が宇宙状態に。てっきりゾルトラークで大穴ぶち開けるのかと。棟梁のフリーレン。地下労働のフリーレン始まるのかと思った。300年とかもう文明が変わりかねない。鉱山でフリーレンが宇宙を出したね。銀行が見つかる魔法。今回の銀行脈発見魔法は最高だった。同意。音楽も良かった。今日久しぶりにチビフェルンが出たね。可愛かったね。こんなに大きくなるとは。チビフェルンとカメトーデさんの大好物だろうな。なお現在のフェルンも普通に好きな無敵の人だけど、勉強嫌そうだったな。今回も面白かった。フリーレンの歴史が垣間見れたのが良かったな。今回の酒の会はいい話だった。ああもう、くっそ。なんでこんなに面白いんだ。地味なストーリーでありながらも味わい深いというか何というか、上にもレスがあるように面白さが群を抜いているわ。
なんかこういうのでいいんだよなっていう感じ。アニメ早々のフリーレン第2期の新章突入に合わせた新ビジュアルが公開。魔族神業のレボルテ役に三木真一郎。レボルテ三木真かよ。ミキシンも使うのか。筋肉マンの悪役レスラーみたいだな。いよいよ次回はサインが見たらよだれ出しそうな本作で最もヤバいお姉さんが登場ですか。私も大好きです。ちっちゃい女の子しか可愛がらないのがたまに傷ですが。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。